皆さんお疲れ様です。株分析作業員ののんびりです。本日は視聴者様からリクエストをいただきました銘柄ラサ工業証券コード4022の点検を行っていきます。ラサ工業と聞いてピンとこない方もいるかもしれませんが、実は明治後期から続く歴史ある会社で、情報化社会に欠かせない半導体や液晶向けの素材で大活躍している企業なんです。直近では業績の上方修正と大幅な増配を発表し、市場の注目を集めています。果たして長期投資の相棒としてふさわしいのか、今日も現場目線でしっかり点検していきます。本日も最後までご安全に。まずは初動点検、のんびり点検シートです。配当利回りは現在 1.80% です。私の基準である 3.0% には届いていません。稼ぐ力を示す ROE は 11.9% で、基準の 10.0% をクリア。倒産しにくさを示す自己資本比率は 60.8% で、こちらも基準の 50.0% をしっかりクリア。利益のうちどれだけ配当を出しているかを示す配当成功は 30.1% で、無理のない水準の 50.0% 以下をクリアです。補足として、本業での現金の出入りを示す営業キャッシュフローは直近で50億円のプラスと、安定して手元に現金が入ってきています。配当利回りこそ少し物足りないものの、財務の安定感や稼ぐ力は申し分なく、条件付き合格と判定します。次に事業内容の点検です。この会社が一体何で稼いでいるのか、事業の内訳を見ていきます。売上高の構成比は、化成品事業が 84.0%、機械事業が 9.9%、電子材料事業が 3.5%、その他が 2.6% となっています。つまり売上の大半を占める化成品事業がこの会社の大黒柱ですね。この化成品事業で特に大活躍しているのが、半導体向け高純度リン酸という製品です。これ一体何に使われるかというと、スマホやパソコンの頭脳である半導体を作る際、ナノレベルの細かい回路を削り出したり、不要な部分をきれいに洗い流すエッチングと呼ばれる工程で使われます。半導体は超精密機械なので、洗浄液に目に見えないほどのわずかな不純物が混ざっているだけで不良品になってしまいます。だからこそ極限までゴミを取り除いた超高純度であることが絶対条件なのですが、ラサ工業は1913年の創業から100年以上かけてリンを扱ってきた凄まじいノウハウを持っています。この長年蓄積された職人技ともいえる技術があるからこそ、世界中の半導体メーカーから厚い信頼を得ているんです。続いて業績の軌跡点検です。過去5年間の業績の推移を点検します。売上高と営業利益のトレンドを見てみると、見事な右肩上がりを描いています。2021年3月には売上289億円、営業利益26億円でしたが、半導体関連の需要増加の波に乗り、2025年3月には売上454億円、営業利益47億円にまで成長しています。2024年3月は半導体市況の調整で一旦しゃがみ込みましたが、そこからしっかりと V 字回復を果たしています。一時的な特需ではなく、会社の実力が底上げされていることがわかる非常に力強い推移ですね。財務の深掘り点検です。会社の体力測定、貸借対照表 BS の点検です。ここは現金、有利子負債、自己資本比率の3つに絞って見ていきます。会社の総資産、つまり会社という家全体の大きさは458億円です。そのうち本当に自分のお金である自己資本の割合は 60.8%、家づくりの半分以上を自分のお金で賄っている非常に頑丈な作りです。手元の現金というすぐ使えるお財布には50億円が入っています。一方で銀行などからの借金である有利子負債は83億円です。おや、借金の方が現金より多いなと思われるかもしれませんが、心配ご無用です。本業で毎年47億円ほどの利益を稼ぎ出し、営業キャッシュフローも50億円のプラスを出しているため、この程度の借金は全く重荷になりません。倒産リスクは極めて低く、健康体そのものです。続いて還元姿勢の点検です。
過去5年間の1株当たり配当金の推移を見ると、40円、70円、82円、91円と、なんと綺麗な右肩上がりで増配を続けています。会社の方針としても、配当成功 30% 以上、ROE10% 以上という明確な目標を掲げています。実際に2025年3月の配当成功は 30.1% と、約束通りしっかり利益の3割を配当として還元してくれています。業績の成長に伴って今後も増配が期待できる心強い方針です。なお、スライドのグラフでお見せしている過去の配当金は株式分割が行われる前の当時の金額で表示しています。皆さんがお使いの証券アプリなどでは現在の株価に合わせて分割後の金額に調整されているため数字が異なりますが、増配のトレンド自体は全く同じですのでご安心くださいね。直近決算と将来目標です。直近の状況として非常に嬉しいニュースが飛び込んできました。2026年3月の第3四半期決算にて、会社は通期の業績予想と配当予想を力強く上方修正しています。営業利益は当初予想の51億円から58億円、前期比プラス 22.4% へと大きく引き上げられました。この絶好調の理由は大きく2つあります。一つ目は先ほど解説した大黒柱である半導体向け高純度リン酸が海外向けに非常によく売れて利益を牽引したことです。二つ目は電子材料事業において化合物半導体の市場が活況となり、石リンやインジウムの販売が好調だった上にガリウムの単発の大口取引スポット販売が発生し、これが利益をドカンと押し上げました。この業績絶好調を受けて今期の年間配当も前回予想の128円から170円へと、なんと一気に42円も増配することが発表されています。なお、こちらの170円という予想金額も株式分割前の基準での数値となりますので、お手元の証券アプリ等の表示金額とは異なりますが、大幅な増配であることには変わりありませんのでご安心くださいね。また長期ビジョンラサビジョン2033を掲げ、資本効率の向上と成長に向けた種まきもしっかり進めており、現場の熱気はまだまだ冷めそうにありません。最後にチャート需給の点検です。直近の株価は1891円付近を推移しており、好決算と増配の発表を受けて株価は上値を追う力強いトレンドを形成しています。PER は約17倍、PBR は 2.4 倍と極端な割高感はありませんが、少し過熱感が出てきている印象です。また信用倍率は約 6.8 倍と将来の売り圧力になる改ざんが少し多めです。飛びつき買いはせず、相場全体が崩れた時の押し目をじっくり待ちたいところですね。結論です。本日の総評です。ラサ工業は100年以上の歴史で培った科学の技術を極限まで不純物をなくす技術へと進化させ、現代の半導体産業の裏方として見事に対応させた非常にしぶとく、そして成長力のある会社でした。直近の情報修正が示す通り、海外での競争力や財務基盤も強固で、株主への還元意識もバッチリです。投資戦略としては半導体サイクルの波や全体相場の調整で株価が下落し、配当利回りが魅力的な水準まで上がってきたところをコツコツ拾っていくのが理想的だと考えます。皆さんはこの銘柄どう思われましたか？ぜひコメント欄で皆さんのご意見お聞かせください。今回の点検が少しでも参考になったら忘れずにいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。皆さんの応援が私の日々の点検作業の励みになります。この銘柄も点検してほしいというリクエストもコメント欄で随時受け付けていますので、ぜひ教えてくださいね。それでは皆様、本日もご安全に。